ご理解第53節。信心すれば目に見えるおかげより目に見えぬおかげが多い。知ったおかげより知らぬおかげが多いぞ。後で考えて、あれもおかげであった、これもおかげであった、ということがわかるようになる。そうなれば本当の信者者。あれもおかげであったとわかるとき、過去一切が生きてくる。現在持っている難儀があったにしても、これも事実はおかげと悟るとき、ただあるものは親愛のみと分からせていただきます。肉眼に見るおかげは氷山の一角でありますから、どんなにお礼を申しても足りません。過去も現在も一切がおかげと分かる本当の信者を目指しましょう。師匠がよくおっしゃっておられましたことに、あれもおかげであったと後々で分かるようになると。ならば、その後々であれもおかげであったと分かるようになる。それならば、もう今その時、これもおかげだということを悟らねばならないと。確かに今困ったことがある。難儀なことがある。しかし、今難儀なことが、それは5年先か10年先になるか分かりませんけれども、後々で、あれはおかげだったんだと。あのことのおかげでこういうことになった。結局あのことはおかげだったのだ。と、後で分かるようになる。後で分かるようになるのだから、もうその時、例えば困ったことがあるなら、困った時点で、これもおかげだ、と悟らねばならない。また、実際おかげなのだからというのですね。その神様がせっかくおかげをくださってある、そのおかげの邪魔をするもの、おかげがおかげとして成就する、神様の親愛が親愛として成就する、その親愛成就の邪魔をするものは何だろうかと。その邪魔をするものがあると。それはある意味人情だということですね。師匠がよくまた人情と信条、信条は神の情ですね、ということをおっしゃっておられました。そして人情では人は助からないと。人情で凡情というのでしょうかね。よく人情を出すと言いますが、人情というとなんとなく素晴らしいことのような感じもいたしますけれども、信心、この道の世界では人情では本当の人の助かりにはならない。むしろ私どもがいらぬ手を出すばかりに神様のお邪魔をすることにもなりかねないというのが本当なことなのですね。師匠はやはり私ども人間として情があります。人情があります。その取り次ぎ者としてその情を取る稽古をしたともおっしゃっておられました。もともと師匠は天の心の強い方、その情の強い方でしたね。その人情を外す一つの稽古として、我が子を膝の上に抱くということをしなかったと。最初のうちは一人二人はまだその稽古をしておられませんから抱いておられたのだと思いますけれども、ある時点からその
生まれた子供、我が子を抱いて膝の上に乗せるといったようなことはしなかったと。最後にこの子はこの子で終わりだというその子を一度抱いたとおっしゃっておられましたから、確かあれが失敗だったとおっしゃっておられたような気がいたしますね。いわゆる我が子でも我が子への人情をかける、それを戒めて、自らに戒めておられたのですね。でその人情を出さないようにしておられたのですね。なぜ人情を出したらいけないのか。神様のお働きの邪魔をするからですね。一見人情というのはいいようにもありますけれども、本当の人の助かりというところからすると、やっぱり神様のお邪魔をしてしまうことになるのでしょうね。ある時、私も人情紙風船といただいたことがありますが、その意味は明確には今でもわからないのですけれども、なんとなく紙風船のようにすぐ潰れてしまうというのでしょうかね。あまり良くないニュアンスでいただいたように思います。それで、このことは私の人情なのだなと思って外させていただいたことがありますが、私どもがついつい人情を出してしまいます。ですから、よほど用心をしないと神様のお邪魔をしてしまうということにもなってしまいますね。このお道が人情教になってしまったと。そういう表現で嘆いておられたこともありますね。人情を捨てて心情一本でいく。そうでなければ人の真の助かりにはならないと。私どものちょっとした人情が神様のお邪魔をしてしまう。神様がせっかくその人を育てようとしておられる。より本当の助かりに導こうとしておられるのに、私どもがその人情を出したがために神様のお働きのお邪魔をしてしまうことにもなりかねないということなのですね。どうでも人情を捨て心情一本でいく、そういう取り組みがいるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。